どうも皆さんこんばんは、夏目さんちの源です。夫の至高の海から取れた魚介で出汁を取ったラーメンを出すシェフさやです。なんか美味しくなさそうだな。苦味すごそう。うわ確かになんか酸っぱいし苦いし、うわ悪口だはい、ということで今回ですね、こちらでございます。なんでか誰でしょうか。ペロツ効果怖いなあ。でもこれも気に入ってるバカなペンギン凶悪すぎるだろこのペンギン。可愛い極悪ペンギンじゃん。はい、ということで今回こちらインワインク、はい、今回やっていく企画はついにこちら、ダンダンダダンダンタタンタン、はいということで今回やっていく企画、漫画インク使い切るまで終われない耐久配信。ついに夏目さんちの使い切り耐久シリーズですね、復帰しようかなと。あ、ついにゲンさんそれに手を出してしまうんですね。さやさんも応援してますよ。ちょっとなんかちょっと離れるのやめろよ。だいぶやってなかった。実はオープニングの前半だけ撮ってたりとか、実は1枚書いてる時点でやめてたりみたいな体験が他にあるんだけど、ちょっとなんだかのタイミング逃しちゃって、はい、じゃなくてもう今回はもう新規で耐久をしようということで、今までいろいろやってきました。はい、ボールペンに始まり鉛筆、シャーペンの芯1ケース、コピック36色、はい、iPad 充電使い切りそんなもんだっけ。でもまあ心のエネルギー使い切りっていうのはしょっちゅうやってますけどね。しょっちゅうやってますけど明確に何かを使い切るというのはなんか久々なんじゃないかなと思いつつ、はい、こちらにこんなものがございまして、ウィンザーニュートン、めっちゃ可愛くないこれ。ウィンザーニュートンっていう画材メーカー、はい、はい、有名ですね。イギリスの画材メーカーなんですけど、はい、かわいいこのおしゃれなインク、ふと気づいてしまって、やっぱ耐久シリーズといえばモノクロのイラストをひたすら量産し続けるっていう楽しさあるなと思って、これですね。これですよ。いわゆるつけペンってやつですね。もうつけペン、こういうね、長年のこのつけペンです。つけペンですよ。相棒のつけペン、これを繰り返し使い切ってそんなことができるのかっていう。いやなんかさ、こう漫画描いてる時とかさ、まあこれでやってる時もさ、なんか気づいたらないとかはあるんだけどさ、フルだよ今、新品。ちょっとね、よく見る証券用インクよりはちょっと少ないは少ないけど、ちょっとおしゃれだから瓶が。一応今回ルールとして、使うのはつけペンだけじゃなくて、万年筆も買ったんですよね。2人でそれぞれ僕とさや用の万年筆も買って、万年筆だったら一回ちょっとインク補充しちゃえばさ、しばらくつけないでもすぐじゃん。そうだね。これポイントとしては、横から見てここね、ここまでついてれば書けるじゃん、ちゃんとね、ちょぽんって。でもさ、こんなになっちゃったらコツコツでもう何も書けなくなっちゃうけど、つけペンだと。だからその時の救済措置のために、万年筆があればジュジュってインクを吸えるわけよ。はい。と、あとやっぱりつけペンで描く絵だから、もちろん線で描いていくのもあるけど、ベタというものがあるじゃないですか。ベタは筆でこれを使って OK です。おー、いけそうじゃない？結構いけちゃうんじゃないの？個人的にはもしかしたら最短なのでは説を提唱しています。でだからこれから描いていくのは、今まで描いた絵をペン入れしてもいいし、それこそシャーペン耐久とか鉛筆耐久で描いたやつをペン入れしても楽しいんじゃない？確かにね、鉛筆で描いたやつとペンで描かれたやつってだいぶ風合い変わるからね。そう、あとはなんかね、そこそこ企画入れて新規のね絵も描いていければと思うんだけど、でももしかしたらそんなことやる間もなく3時間とか4時間で終わっちゃうんじゃないかなとか思っちゃってるんだけど、今どう思うみんな。すごい、なんか全ての耐久でこの話してると思う、いっぱい全部出してほしい。一回この時こういう風に言ってて何時間かかったかもここに出しておいてほしい。原産さやさんのなめプシュ、いやでもなんかつけペン久しぶりだからさやすごい楽しみなんだよな。いやそうなんですよ、僕もめっちゃ楽しみで。うまくないけど楽しみ。でももう最悪だから、やみ始めたらもうすでにやみ始めた時は想像してるんだけどじゃあ一回ダービーしよう。ダービーしよう。これが一体何時間で終わるかダービーね。6時間32分。すごいね。読んだね。はい、読みました。で今回はちなみに土曜日日曜日をそれぞれ今時間を確保できるようにしてって、はい、そもそも土日を確保してる時点で、だから土曜日で終わったら日曜日ナイトプールですよ。もうナイトプール夏目さんちのナイトプールまだ6時間32分、はい、6時間32分です。11時間58分。わー
結構リアルな線。だからぶっちゃけ個人的には、土曜日に終わるぞみんなっつって明日はホラギ配信だっていう、超バランスのいい土日を過ごしたい。でも全然終わんなくて、これが本当の階段ってね、はっはっはって終わるやつでしょ。ということで、ちょっと今散々いきり散らかしてるんですけど。そうですよ、何も知らない者たちのね、宴ですよこれは。じゃあやっていきますか。いきますか。それではインク耐久配信やっていきたいと思います。ここで俺が耐えてるうちに。こいつも耐久してたんだ。じゃあまずオープンしていきますかね。はい、今回ねちょっとざっくりラフというかコピックの時にちょっと学んだから、下書きを用意してきて、一発目からちゃんとインクを使えるようにしてきました、というわけでそれをお見せします。せーのドン。今回はこのもう下書きとは言えないんだけど、なんかざっとだけ、細かい部分はもう即興で描いちゃおうかなと思ってて、とりあえずこんな感じの絵を用意してきたので、では画面の明るさを一番低くしておけば、急にインクでなんか一発書きしてるように見えるかもしれない。確かに夏目さんちがすごく見えるかもしれない。そう、すごく見えるかもしれない。よし行きましょう。対戦よろしくお願いします。1枚目開けない。なんでよ。開けろよ。じゃあ開けますよ。はい、オープン。見えますか？ほらタプタプしてる。タプタプしてる。ここから始まりますよ。よし行きましょう。ちょっと待って、なんかいろんなことが気になり始めてきた。なんか急になんか袖あるの邪魔な感じする。ちょっとさ、ごめん、みんなこれ画面外にあるって嫌かもしれないけど、危ないから画面外に置くねこれ、一応。大丈夫、減るから。減ったらまた定期的に戻すから。いくよ。やるよ。始めますよ。スタート。第1投目いかせていただきます。ちょっと待って、怖い。ねえ気づいたんだけどさ、めっちゃにじまんこれ。コピックペーパーにつけペンとこのインクの相性がすっごい悪いから今もう一回ちょっと一旦やろう普通に。めっちゃにじだよね。ちょっと待って、めっちゃにじむ。事故。なんで大事故起きてる。まさかにじむと思わず。1枚目はにじみの味をお楽しみくださいっていう絵になってしまうこれ。さやさんね、このクソ汚ねえさ、このペン軸あるじゃないですか、ここの部分ね。これね、ほんとね、ここの部分ね、茶色だったの。いわゆるこうなんかコルクみたいな。そう、コルクだったんですよ。小学校6年生ぐらいの時に、漫画家というものはこれで絵を描いているのかって、私も描くぞこれでっつって初めて買ったペン軸がこれなの。その時にすごいよね。そのままずっと使ってんのに。そうって思ったけど、僕もこれでも多分高校生ぐらいから使ってる。ここの話ってしたっけ？何がっていうと、ここめっちゃさ、よく見るとボコボコしてるんですよ。そう、これ汚いこのボコボコ、何が汚いかっていうと、私が言うことでもないけど、これ僕噛み砕いてるのねって思うと余計汚いんだけど汚い。確かに。なんでかというと、これを使ってた時期、なんか大学だったり高校生の時とかで、夜中になんか若いから元気いっぱいなわけじゃん、寝ないで書いちゃうしみたいなテンションあるじゃん。学生時代はね、そういう感じだったよね。でその寝ないで書いちゃうしテンションでイラストを描いてます、漫画を描いてます、その時間に眠い、意識が朦朧としてくる、1鉄2鉄目が覚めない、目が眠い、眠いバキーって言ってそれでめちゃめちゃなんかこの裏がねボコボコしてるっていう嫌な話です。全然嫌な話。全然嫌な話。日本語難しいね。でさ、さやさんはさ、一生おバカさんだからさ、この癖ほんと抜けないんだけど。何がさや今言おうとしてるか教えてあげようか。真ん中が書いてあるでしょ。もう右側から書いてる。右側から書いてるんだ。もう真ん中どころか。もっとバカ。ペン入れする時ってさ、やっぱもうここってさ、もうほぼ液体なわけじゃん。乾いてないからさ、こっちからこうやって書かないとさ、もうここが悪さするんだけどさ、一生こっちからこっち側書いちゃうんだよ私。そうなんだよね。こっちからこっち側を書きに書いて、ここ乾いてないからこっち書けないってなるのがマジ20年やってる。左上から書かないと自分でピッて手引っ張っちゃうんだよね。いや、そう本当にちょっとこここうやってへこます機能欲しいよね。これ人間の手こうしといてほしいの。一回ここだけ取り外せるみたいな。そうそしたらここ手ピッて引っ張んないみたいな。でも安定感なくなってそれはそうでも2点ぐらい刺さってればいいんじゃない？どっかインク持ちよくねえか。1回つけただけでなんかすごいな G ペンって。すごくない？さやさんも5回ぐらいもうちょんちょんしてるんだけど。何回かちょんちょんしてるんだけど、自分が想像してるよりインクの持ちが良くて今ゾッとしてる。ワンチョンでかけすぎだろ。ここ開けっぱにしといたら蒸発でも開けっぱにしないと蒸発期待すなよ。いや期待はしてない期待はしてないよ。期待にならんかなっていう。うまいな。
すごいよ、時間差すごかった。時間差期待になることを期待はしてない別に。うわ、うまっ。うわうわもう寝ようかな今日なんかさ全然寝れなくて睡眠不足なんだよねちょっと。そう昨日さなんか金土ですごい頑張る配信するからちょっと木曜日はゆっくりしようねっつってたのになんか全然ゆっくりしてなかった人いて、ゲイさん朝起きてからなんか全然寝れなかった。眠いんだよね今日。遠足前の小学生だったんじゃないかもしれない。なんか久々の耐久配信でワクワクしてたのかもしれない。かもしれないよ。かわいいね。かわいいですそのゲンちゃん、すごい思ったことがあるんだけど、全然関係ないし本当に聞いて損したって思う話するんだけど、じゃあ聞きたくないさやさんねちょっと前からね思ったの。ETI お兄さんだと人によっては意味合いが変わってしまうなということに気づいて、なので個人的に ATI お兄さん、つまりあちあちお兄さんということによっていろんな解釈を皆さんにご提供するっていうなのでさやさんが書いてあるのはいちいちお兄さんじゃなくてあちあちお兄さんだということにしてください。なんだあちあちお兄さんあちあちお兄さん、とりあえず自分が書いててあちくなるお兄さん。そう俺が書いててあち楽しいあちってなるお兄さんを書いてるので別に HH ではありません。あちあちです。皆さん今後それでよろしくお願いしますほら見て、この髪の毛のところをめちゃくちゃ書き込むことによってインクを減らしていこうっていう作戦なのよこれ。わかるねゲンちゃん。それでもインク効率良くない？むしろこれが、インク効率わかんない。そんなに減らないタイプだよねっていう。さやが悪いっていうの？全然悪いんだってでインク効率とかそういう話じゃないから。さやさんだってスプラかって話だからね。なんだインク効率って。確かに短大さやさんが嫌いな言葉、1計画、2前もって、3効率。ほら、大嫌い。よくゲンさんと一緒にいる。ゲンさん好きな言葉、1効率、2コスパ、3タイパ。タイパあんま気にしないな僕。タイパ気にするんだったら耐久配信なんかやんないでしょ。いや、ある意味いいかもしれない。いやね、違うんだよゲンさん。さやさんね、ちょっとみんなにね、報告したいことが。さやさんずっとねこう少年キャラすごい好きだなって思ってたんだけど、でもなんかただの少年キャラじゃダメなんだなっていうことに最近気づいちゃったんだよね。今更、少年が好きなんじゃなくて少年の見た目をした100歳を超えた男の子が好きなのかなと思って、精神的になんかね成熟しないとダメかもしれないってことに気づいて、それだけなんだ。そうそれで言うとやっぱ100歳ぐらい超えてくってくれるとより、ね、やっぱこう話もしやすいなんだ話もしやすいわかんない。いやそうダンジョンメスのチルチャックもねめっちゃいい。我々人間トールマンから見た時に、チルチャック自分たちのことトールマンっていう初めて見た我々から見た時にハーフフットはみんな幼く見えるっていう話じゃん。やっぱダンジョンメスに出てくるじゃん、だから別にハーフフットの中ではあれはもう当たり前のことだけど我々から見てこう幼く見えるってなんかいいって思わない？さあということで書いていきましょう。はい、さやさんがなんだかチルチャックの文化の違いみたいなやつを、ときめきが隠せてないみたいですけど、どうでもいい話をねしている中もう1枚目ですねこれ。いやそうだね、もう完成までゴリゴリペンを入れていこうというところですが、はい、いやもうまだインクに余裕がございますので。いやもうねなんか潤沢なインクというかもうそうだよ、そうですよ。でもなんかすごい楽しいなやっぱりペンで、楽しい。久々でつけペン使うのがね。ね、この子たちは一体どういうこと？この子たちは一体何なんでしょうか？この子たちは一体何なんでしょうかね作者もわからんが謎は深まるばかりでもこれはね実は、多分皆さんの元にあと1週間か2週間ぐらいにこの子の兄弟か同一人物かぐらいの子が現れるね。作者もまだ不確定な情報だということですね。うわ潤沢。はい潤沢にちょっともう筆でねベタも入れちゃおうかななんて、しかもなんか余裕ぶってなんかアクレアでペン入れも白も入れちゃおうかなみたいな、ホワイト入れちゃおうかなっていう感じです、ね、インク使わないゾーンですよ、これは。そうなんです。贅沢な時間も贅沢に使っちゃって。うわさあそしてさやさん。さやさんね、さやさん謎お兄さんです、これ。私が書いたねこのお兄さんちょっと一応下書きをちょっと用意してからね書かせていただいたんですけど、下書きのタイトルが夏野菜だったんですよ。夏野菜お兄さんって書いてあったから、ね、でもなんかさやさこういう時のタイトルに夏が入ることやっぱ多いね。そうだ ねやっぱ夏終わりくんとかこの間いたしね。確かに私やっぱ夏の女だからさ、やっぱ夏の女か、雪の日生まれの夏の女だからさ、なんで夏の女なんだそれ全然普通に3月生まれなんだけど。いや全然普通に3月、謎に夏の女なんだよ、夏目さやだしな。確かにな、夏だしね、というわけでいつも通りのこのなんかあちあちお兄さん書いてます。そうですね、さやさんがあちあちお兄さんを書いてるのはもう平常運転なんで。平常運転です。長髪のあちあちお兄さんを書くのはね平常運転で今回夏野菜だからね、ほらミニトマトときゅうりとって、あとでかいトマトとで、終わっちゃう。夏が終わ
よし、まあとりあえずじゃあ僕1枚目これで終わりです。はい、お疲れ様でした。ね、すごい可愛い。じゃグッズにしよう、グッズに。何でもグッズにしてください。風呂の蓋にしよう。風呂の蓋邪魔だろインクの残量その場でどうするんですか。俺たちの絶望は止まらない。こんな感じです。わかんないね、でもまだ、ね、いや、わかんないよね。これもうほんと真上からしかさ、てか我々も見えないもん。あ、でも減ってるんじゃない？いや、そう減ってるよ。だからお醤油1回分ぐらい減ってるよね。はい、まあそうこうしてるうちに、はい、さやさんまだ続きやってますけど、すみませんね。あ、これはこれちょっとオクラ柄はいかがですかってリスナーさんに言っていただいて、いいですねっつってオクラ1本書いたらさやさんそうじゃないですって言われて、はい、やっかきで書いてますね。急いで輪切りも書いてますね。なぜお前縦で書くんって縦の総柄なんか見たことないだろってオクラの輪切り柄を総柄にしろっていう星柄、要は星柄って可愛いじゃないですかみたいな話だったのにね。はい、そんな中ゲンさん暇なので、これめちゃくちゃ懐かしいあつ森でさやが闇の仕掛け人っていうね、こうね、懐かしい茶番をやってたんですけど、茶番3年4年前、あれは真剣にやっていたじゃないですか。いや真剣にやってましたけど、変わっちまったねゲンさんは。いや、それをちょっと本気で、はい、本気でっていうのもなんかあれだけど、頭身を変えてね、かっこよく、はい、はい、すごいかっこいい。そう、一応さやさんモチーフなんでメガネもね後から足すっていうことですよ。かわいい。そんなこんなで2枚目も完成しちゃった。はい、じゃあ終わり。じゃあ1枚目はこちらの、後ほど近日中に出てくる子です。はい、はい、とそしてさやさんの夏野菜お兄さんだんだんなんかこのトマトがブドウに見えてきた。なんかちょっとみずみずしいね。ちょっと爽やかな感じにしたかった。もうなんか水滴とかトマトにつけてしずる感足したいぐらい。しずるくん足す？で僕があとその間2枚目、はいはい、闇の仕掛け人ちゃんをかわいい描いてみました。まあ一応なんかさやモデルスキンの子ではあるんだけど、さやじゃない。だからなんか全然さやを描いたとかいうわけではなく、いつもの感じで、はい、かわいい、いいですね。ありがとうございます。じゃあ次に企画入りましょう。やっと入れる。じゃあ今からさやじおをこのインクで描きます。だいぶ時間が押しています。真っ白なこの紙の上にとても自由に描いていいんですよっていう状態です。はい、さやじおのタイムラプス初じゃないですかこれ、ほぼこんなになんか、見応えって何って感じで、もう概念まあいやでも逆に見応えがあるかもしれない。本当逆にね。でも真ん中のサンド拒否っち結構気に入ってる。サンド拒否ちょっと可愛い。でもこれちょっとよそ行きのこれ島際じゃない？これ島際、これ自分のしまをね、手元にある何かにねギュッて詰めてね、自分の島をね封印したっていう島ギュまだっていうちょっと可愛いよね。ちょっと可愛いと思う。島際。しかもこれつけペンで一発書きで最初書くのちょっとすごいな。ありがとう、頑張ってます。でゲンさんはその横で暇だからもう先にもうインク消費しようと言って、はい、過去に用意した線画をペン入れゴリゴリしてる最中ですが、ちょっと懐かしい線画です。この後、はい、どんどん減らしていきましょう。減らしていこう。頑張って。うわー、びっくりしたね。本当だ。なんだい？さやさんタイトルを書く場所ありますか？本当だ。楽しくなりすぎちゃって左上とかに書く。今日はおしゃれに。行きましょう。嫌です。嫌ですか？はい。でか手画面に対して手でか。よし、やろう。書くぞ。いやでもなんかね、これ本当に無理だって思ってたけど、ワンチャン無理っていう説あったんだけど、いける気がしてきた。でもなんかこういうコメント懐かしい。まだやってたんだっていう。確かにね。この感じちょっと嬉しくなるんだよな。やってるんですまだみたいな。お茶うまい。チョコのお茶じゃねそれ。そうだ。遅いや僕お茶取りに行ったつもりだったんだけど、なんかその辺に置いてあるお茶だから今何も考えないお茶だっつってなんかお茶拾ってきたわ今。なんかアイテムとしてなんか拾って、その辺にお茶が落ちてたラッキーって思って拾ったらこれさやの水だった。なんかインタラクトしたから拾ったけどって感じで。まあその辺に落ちてるお茶はさ共用だからね。飲まれたやが。はい。まあどんどんまたインクを消費していきたい。でそしてちょっとねこれはね元の線画から目の大きさをチェンジして最近の絵柄になってますね。おお、まあねちょっとね昔の動画だったもんねこれね。そうだ結構僕最近女の子の顔描く時の目のサイズが少しずつ大きくなってる気がするっていう絵柄の変化を感じながらのペン入れタイムなんだけど、はい時の変遷を感じますね。でもねこのね線画でだいぶ前からペン入れしたいなーって思いながらやってたどんぐりちゃんなんで、
やこれはなんかペン入れがいがある絵だね。そうあんまりこういう線画が出来上がった状態でペン入れすることってあんま僕ないんで普段。まあ確かになんかもふわってなんかその場のね、そうここになんか描くみたいなとこからペン入れすることが多いから、すごいな。なんか描くっつって出来上がったものも割と何かの方まあなんか描くって言って本当になんか描いてる。そうなんかなんで名前が付けられない何か。でもね楽しい。どんぐりちゃんどんぐりちゃんどんどん描いてるますけども、はいでもなんかこう書き込みが増えると、なんか物質感増すよね。なんか硬さというかさ、なんか外周とかにこう曲線に対してちゃんとペンを入れていったりするとね、そういうのができて楽しいですね。しかしなくならんね。なくならんね。しかも何があって真上から見てるからマジでブラック。いや分からないんだよね。チャプチャプしてるだけなんだよな一生。そうまあインクも黒なんでね、ブラックボックスですよ。2個全然うまくないね。あそっか、普通にブラックなんですよ。ごめんちょっと今くるぶしかゆくてちょっと調子が出なかったみたい。くるぶしであるんだパロメーターがいやでもね、ゲンさんさやさんと違ってちゃんと左上から描けるんで、すごい快適にペン入れしてます。やめてよそうやって人のこと。ほらこれグリグリほら何にも考えずにぐにゃぐにゃすごい模様を入れてるやつです。そして最後に全くインクが関係ないゴールデンタイムインク関係ないマジで関係ない。マジで関係ない。このねペンいいのよこれ。ゲンさんちょいちょいなんかインク減らす気ないさん入るよね。そうちゃんと。でもやっぱこの金ペンを入れないと楽しいパートですから一番。まあねでも黒と金は映えますからね。さあさやさんのターンようやく参りましたね。さやさんもなんかなんだっけこれなんか何かさゲンさんがさ、書いてるからじゃあさやさんもなんかじゃあ書くかみたいな感じで。そうなんかすごいここのターンのさやふわふわしてたよ。なんかさお互いさなんかじゃあなんか書いてるからじゃあなんか書くかっつってさ、違うんだよこれ思ったより企画が違う企画がじゃない1枚目の絵が長くなって、そうだちょっとタイミングがずれたんだお互いの。もうじゃあ今日は1枚なんかふわっと書いて終わらなきゃねみたいな。そうだじゃないと今日終われないよねみたいな感じだから、急遽1枚完成させるっていうパートが生まれてしまったのでこんなことになってしまった。本妻さんはねだいぶね、何も考えずにふわふわ書いてますよ。なんかすごいお水の魔法使いっていうかもう魔法使いじゃねえかまだ。魔法使いはいいよマジで今回魔法使いって今回に限らずだよね。なんかね最近なんかこの帽子描くのすごい好きなんだよね。一生この帽子かぶってるよねみんな。シュバーって感じで描くのがすごい好きでこれ塗ってるレターも入っちゃってちゃんと消費してでこれもうさやさんあれじゃん、時間余らしちゃってるじゃん。そうこれゲンさんがね、まだゲンさんまだ終わらんの、じゃあなんか書くわってもう本当にだって多分お絵描きしてる方はさみんな思ってる、ここが描きてえってここだけ描きてえって完成イエーイおめでとう。今日の分終わりました。終わり。じゃあ今日の振り返りして今日は終わりますか。はいじゃあ1枚目がこちら、1枚目がこれ1枚目めっちゃなんか時間かけてる。丁寧なんだよね線一本一本めっちゃ丁寧な感じするよね。1枚目丁寧だな、めっちゃ丁寧。もう一回ちょっと明日このぐらいの書くか1枚、で、2枚目さやの待ってる間に闇の仕掛け人ちゃんを僕が書くとこうなるっていうね、っていうのがあってでこれがさっきやってた100ミリ白お絵描きね。はいでダダダダンとでさっきのこれだね。でもまあ現状6枚描き終わって半分切ったぐらいですかね。そうだね。半分もっと切ってるかも。多分残り 30% ぐらいだと思う。分かんない。多くて 40%。確かにさやじおもそうだ。そうだ。これもじゃんね。これもだ。サンドキフィッチ。また明日も引き続き耐久していきたいと思いますので頑張ります。では2枠目明日もよろしくお願いします。よろしくだぞ。